こんにちは、たかしです。本日は9月23日土曜日、週末ですので、来週25日からのポンド円、そしてドル円の相場分析を見ていきましょう。前半はポンド円、後半にドル円の分析をしていきます。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はドル円の相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。詳細は Twitter の固定投稿をご覧ください。まずはポンド円の冷やしからです。今週は1週間下落の週となりました。この白のトレンドラインを横抜きしてそこからの下落となっております。現在はこの安値、白の水平線が引いてますが 178.5 付近を目指して下落中と考えますが、今ストキャスティクスは安値圏、ほぼ安値圏にありますので、いつ反発してもおかしくない、そういうところにはあります。ただここのところの下落、このじりじりとした下落ですね、すごくわかりにくい下落の仕方をしておりますので、どこで反発するかもわからない。今、日足は上昇トレンド中なんですね。高値を切り上げ、そして安値も切り上げているので、ここのところずっと上昇トレンド中なんですが、そのトレンドラインを今割ってきて、そして GMMA の青帯の下にわずかに入ってきましたので、ここから上昇トレンドを崩して大きな下落に入っていくのか、それともまだこの安値ですね、ここのヒゲ先っていうのを下抜けるまで、176円付近を明確に下抜けるまでは、この上昇トレンドは継続と考えますので、今は一旦上値が重いゾーンには入ってきましたけれども、いつ反発してもおかしくないところにはありますので、その辺は注意ですね。ストキャスティクスはあまり綺麗な動きをしてませんので、どのように動くかが分かりにくいんですが、今はこの安値、まずはこの水平線の 178.5 付近を目指して下落する可能性、もしくはヒゲ先の 176.3 付近を目指して下落する可能性というところを考えつつ、じりじりとした下落ですので、いつ反発上昇が起こるかわからないというところも考慮しておくのがいいです。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足はここにディセンディングトライアングルを描いてました。うっすらと白く塗りつぶしているここですね。そしてそこを下抜けて、現在は GMMA の青帯でレジスタンスされながら下落してきているのがわかりますよね。ここで GMMA の青帯がずっと下向きで走っておりますが、その GMMA に接触するごとに下落をしてきてます。ということは、今調整の上昇中なんですが、ここから上昇してきたとしてもまた GMMA の青帯付近っていうのは売られやすくなってきますので、そこからの下落っていうところを考えておきたい。逆にこの GMMA の青帯を超えてくれば、上抜けてくればここから上昇していく可能性が高くなりますので、基本はこの緑のトレンドラインに沿って、そして GMMA の青帯に沿って下落しておりますので、上がったところは売られやすい、上昇したところからの下落をイメージするんですけれども、このトレンドラインを上抜けてくれば、そこからは上昇していく可能性が考えられますので、その辺を今は見ておきたいですね。現在ここ下に見えているオレンジの水平線なんですが、これはここです。過去の安値になりますので、この辺りが今意識されて、木曜日そこから反発してきてますよね。ここを下抜けると結構大きく下落する可能性がありますので、今 180.5 付近で下げ止まるかどうかっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足も GMMA に沿って下落中なんですが、今、日足の GMMA は上昇から横ばいになりつつある。そして4時間、1時間足ともに GMMA は下向きですので、基本はこの下落の流れを見ておくといいと思います。今1時間足も4時間足も下落トレンド中ですので、上がったところは売られやすい、そんな試合。そして先ほどお話ししましたように、この緑のトレンドラインを上抜けてくれば、そこからは上昇しやすい試合には入ってくると思います。では週明けどんな想定ができるのかと言いますと、まずはこんな感じ。現在 GMMA にぶつかってますので、ここから下落していく。このオレンジの水平線 180.5 ぐらいまでの下落を想定しておきたい。そしてこの GMMA の青帯を超えてきた場合は、こんな緑の矢印のイメージですね。まずはトレンドラインまで、そしてトレンドラインを明確に上抜けてくれば、そこからは次の高値を目指して上昇していきますので、その辺を見ておけるといいですね。それからもちろんですが、トレンドライン付近からは下落の流れが起こりやすくなりますので、このピンクの矢印のイメージですね。基本のメインのシナリオとしては、トレンドラインからの下落っていうところを見ておけるといいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。日足はオレンジの平行チャンネルの中で動いております。現在はその平行チャンネルの中途半端なところにありますので、ここから上昇して平行チャンネル上限を捉えに行くのかどうかというところですね。ちょうど現在平行チャンネルの上限がだいたい 150.5 ぐらいですね。ここから垂直に上昇したとするとそのくらい 150.5 とか6とかその辺になってきますので、その辺を目指して上昇してくる可能性があります。ただし現在ここ赤いラインがあり
りますが、これ過去の高値ですね、ここ。ですので、148.7 付近というのも意識されてくる。そして今、148.7 付近直前まで上がってきてますので、この辺からは上値が重くなるだろうという、そんなポイントです。ストキャスティクスは高値圏にありますので、基本的にはストキャスティクスが高値圏にある時のロングエントリーは優位性がありませんということを以前から言ってます。ただここのところずっと高値圏に張り付いてますよね。張り付いてはいるんですが、じりじりと上昇している状態ですので、ではこの中でどうやってトレードしていくのかっていうのを今から見ていきましょう。では4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルの中で動いております。過去からずっと、この辺りからずっと赤の平行チャンネルの中で動いているんですね。その中でも今また中途半端なところにありますね。日足の先ほどの平行チャンネル、ここにオレンジのライン見えてますが、これが先ほど日足に引いていたもので、さらにその中で赤の平行チャンネルの中で動いている。現在はそんな状態。そしてストキャスティクスは高値圏。前回ストキャスティクス高値圏からのデッドクロスっていうのは結構下落してますよね。今回もストキャスティクス高値圏にありますので、ここからは下落しやすい試合にはあります。なのでそこは注意ですね。ストキャスティクスが高値圏にある時のロングエントリーは優位性がないと先ほど言いましたが、4時間足も同じ状態です。一旦調整の下落を待つ。ストキャスティクスの過熱感がある程度解消して上昇してくる。例えば前回のゴールデンクロス、この辺りですね。前々回とその前、ここでゴールデンクロスしてますので、まずはその辺りまでのこのストキャスティクスの過熱感解消を待ちたいんですね。ですので今すぐここから上昇していく可能性もあるんですが、4時間足単位の話をしますと、まずはストキャスティクスがこの辺り、前々回のこのゴールデンクロス付近までは最低下げてくるのを待って、そこからの次の上昇みたいなのを見ておけると大きめの波に乗っていけるかもしれませんが、今日足でもかなり高値圏にありますので、そこは注意ですね。先ほど日足で言った 148.7 付近っていうのがここにありますので、今かなり高値圏に来ていることが分かりますので、ここから大きめの調整下落に入る可能性も考えつつ、ただ今4時間足も日足も全て上昇トレンド中ですので、基本はその上昇トレンドの流れに乗っていくですね。下がったところから買っていくっていう押し目買いスタンス。4時間足で見ていると今オレンジの水平線は2本引いてますけれども、ここレンジのような感じですね。ここのところ高値安値っていうのが大体この辺りで意識されてますので、まずは 147.5から 148.5 の間でのレンジを考える。そして上抜ければそこから一旦は 148.7 付近、そしてそこを上抜けてくればこの赤の平行チャンネルの上限付近。現在ですと149円ぐらいになりますね。そのあたりまで上昇していく余地がありますので、その辺を見ておくといいですね。では1時間足です。1時間足、この平行チャンネルのセンターラインが意識されているの分かりますか？先ほど4時間足に描いていた赤の平行チャンネルのセンターラインです。ここが意識されて、金曜日もそこで反発してきてますよね。それ以前のところでもこの辺りっていうのが意識されています。大体この辺も意識されてますよね。ということは、今ここでアセンディングトライアングルみたいなのを描いている可能性があります。で、木曜日に高値をつけて、再び金曜日にもう一度上昇してきて、今ここでダブルトップでの下落になる可能性もありますし、今直近の高値をトライするのが3回目ですよね。1回目、2回目、3回目。ですので、ここから下落していく、大きめの下落をする可能性もあるし、もしかするとここを上抜けてくる。上抜けてくると、この高値、現在はレジスタンスになってますが、そこがサポートに変わるかもしれませんので、そのサポートに変わったのを確認してからの上昇。こんな感じですね。こういうイメージを持っておくといいと思います。今は一旦下落する可能性、4時間足もストキャスティクス高値圏でしたが、1時間足も高値圏なので、先ほど言ったようにここでアセンディングトライアングル、この平行チャンネル、赤の平行チャンネルのセンターラインと直近の高値との間で挟まれる形、こういうイメージです。ここでのこの形を見ておくといいと思いますので、先ほどは4時間足のストキャスティクスが過熱感を解消するまでという話をしましたが、1時間足単位で見るのであれば、今は1時間足がストキャスティクス高値圏にありますので、そこから一旦下落して、このストキャスティクスの過熱感を解消してから次の上昇の流れに乗っていくのがいいと思います。もし上抜けてきたとしても、ストキャスティクスずっと高値圏に張り付くことになりますので、その場合は一旦の下落を待つ。どこかで調整をしてきますので、その調整を待って、ストキャスティクス、この高値圏からある程度下げたところ、一応一旦の目安としては前回のゴールデンクロス、もしかすると安値圏まで下げ切ってしまうかもしれませんが、少なくともこの高値圏にある時の押し目買いっていうのは危険ですので、そこを天井として下落する可能性がある。ここで今3点目をつけていると言いましたよね。ここでダブルトップになって大きく下落する可能性もありますので、まずはここで揉み合いを起こすかどうか、底堅い動きをしているのであれば、その間にストキャスティクスの過熱感が解消されてきますので、それが解消されたところからの次の上昇の流れを見ておく。
目安としては先ほど意識されていると言いました、このセンターラインですね。そのあたりまで戻してきてから、現在ですと GMMA の青帯が来てますので、この青帯付近でもいいです。そのあたりで下げ止まって、次の上昇に向かうような動きをするのであれば、そこからの上昇の流れに乗っていけると、この先ほどの4時間足の平行チャンネル上限ぐらい、149円ぐらいまでの上昇についていけるかもしれませんので、その辺を見ておくといいですね。どちらにしましても、今4時間も1時間もストキャスティクスが高値圏にあるので、一旦は調整の下落、もしくは横の動きを待って、ストキャスティクスがある程度下がってくるのを待ってからの次の上昇の流れを見ておく。ただ、これ以上急激に上昇してきた場合は、為替介入のリスクもありますので、あまりその上昇にはついていかない方がいいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。